こんにちは。ココイストアートディレクターテクニカルアドバイザーの野原美希です。今日はココイストから発売されているノンワイプアクセサリーボンドを少し面白い使い方をして簡単なデザインをご紹介したいと思います。どうぞ最後までご覧ください。では始めていきます。ベースのカラーに使いますのが E91 のホワイトグラデーションです。こちらベースの後2度塗りした状態、2度塗りして硬化した状態にしています。今日はチップでデモをしていきますので、こちらのカラーを塗る工程は割愛させていただきます。では次に使っていく商材のご紹介です。こちらココイストの姉妹ブランドジェリストのアートホイルになります。こちらを使っていきます。こちらの中の少しマットなシルバーのホイルを使っていきます。ホイルは何色でも大丈夫です。私はアートホイルをこんな形で使いやすいように1回ごとのサイズ感にしてケースの中にしまってサロンワークでは使っています。ではこちらですね、91番が2度塗りで硬化した状態になります。このままアートホイルをつけていくんですけども、どうしてもアートホイルがつきにくいという場合はココイストから発売されておりますこちらホイルタックジェル、こちらを表面に一度薄く塗布して硬化した後に行ってください。私は今日91番2度塗りした状態の表面につけていきます。はい、こちらですね、アートホイルも貼り付く方と貼り付かない方がありますので、ちょっとね注意しながら裏表間違えないようにつけていきましょう。はい、ではつけていきます。こんな形でちょっとペタペタと周りにつけるようにホイルをつけていきます。少し真ん中に空間を空けるような状態ですね。こんな感じでチップについたホイルはこんな感じでなくなっていきます。お好みの感じになりましたら次の工程に進んでいきます。このまま次の工程進んでしまっても構わないんですが、ちょっとですね飾りをつけたいので、よくあるお手持ちのこういったちょっとアルファベットがちょっとロゴになっているようなシールとかがあったらば、先ほどちょっと周りにここですね、ちょっと周りに空が開けたと思うんですけど、ここにちょっと貼っていただいて、このままですね、でしっかりとくっつけてください。こんな感じ。あってもなくてもいいんですけど、ちょっとアクセントになるので、もしねお手持ちの何かシールがありましたらここでつけていただいちゃって大丈夫です。でココイストのカラージェルに関しては表面の未硬化ジェルがとても少ないので、こういったシール直接貼っていただいても全然問題ないです。結構ピタッと貼り付いてくれます。次はこちらですね、ベルベットマットノンワイプトップコートジェル、こちらを表面に塗布して硬化していきます。全体に塗布できましたらば、ここで一度硬化します。では硬化させている間に次の工程で使うものを準備していきたいと思います。使いますのが先ほど最初にもお話ししたと思うんですけど、こちらですね、ノンワイプアクセサリーボンドで、今日はこちらのマーカーズラインのブラックをちょっと使っていきます。はい、両方ともノンワイプタイプのジェルになっています。パレットを準備しまして、はい、まずはアクセサリーボンドをパレットに取ります。はい、そしてマーカーズラインのブラック、本当にこれ少量で大丈夫です。少量のマーカーズラインのブラックをパレットに乗せたアクセサリーボンドに混ぜていきます。ここであんまりマーカーズラインのブラックを混ぜすぎてしまうと、この後の工程がねちょっとね難しくなってしまいますので、本当に多少
黒の色味がつくかなぐらいで大丈夫です。そうですね、アクセサリーボンド9に 9.5 にマーカーズライン 0.5、 そのくらいでいいと思います。こんな感じでちょっと黒みのアクセサリーボンドができました。これを次の工程で使っていきます。はい、ではチップの方、ベルベットマットの方は硬化しました。次の工程の前に、しなくても問題はないんですが、私はここで一度表面ノンワイプタイプなんですけども、軽くエタノールで拭いておきます。稀になんですが、この後にジェルを上から重ねていくんですけども、ちょっとねジェルが縮んだりだとかそういったことがありますので、ここで一旦エタノールで拭いておくことの方が安心かなと思いますので、私はここで一旦表面を拭きました。では早速やっていきましょう。はい、では用意するのがこういったスパチュラ、ちょっとこうね先端が尖ってるようなスパチュラがあれば準備していただきます。爪楊枝とかでも全然構わないです。このスパチュラを使って今から細いラインをチップの上に描いていきます。でも描き方がねちょっと面白いので皆さんにぜひやっていただきたい方法です。先ほどミックスしたアクセサリーボンドとマーカーズラインのブラック、これこんな感じでスパチュラ、ちょっと尖ってる方のスパチュラに、片方にこうやって取ってあげます。でもね若い子は知らないと思うんですが、ちょっとね昔ありました水飴のごとくちょっとコネコネします。でこれを実はねアクセサリーボンドが少しね粘度の強いジェルなので、横に引っ張るとこんな感じで分かりにくいかもしれない。ここミヨーンってこう細い線みたいな感じでこうやってねミョイーンってちょっと伸びるんですよね。このアクセサリーボンドのこのちょっと粘度を利用してチップの上に細いラインを描いていきます。では始めていきますね。はい、では参ります。こんな感じでくるくるっとしてあげたらば、伸ばしながらチップの上にピョンって落としてあげると、こんな感じで筆だと難しい細いラインがまっすぐ描けます。黒いからねちょっと分かりやすいかと思うんですけど、こんな感じでいろんな角度からラインを描いていきます。細い線、少し太い線はこの伸ばし具合で若干調整はできるので、やってみてください。ちょっとこう雲になった気分で、はい、雲が巣を作るかのようにちょっと細い線を伸ばしながら乗せていきましょう。で今ねチップだからいいんですけども、これもしお客様の手とかにやる場合は皮膚にねついてしまう恐れがあるので、ちょっと爪周りは何かね保護するものをね使っていただけたらいいかなと思います。マスキングテープとか、あとはねそれ用のシールとかも売ってたりはするので使ってあげるといいかなと思います。でねちょっと楽しいからやりすぎちゃうんですけど、やりすぎるとちょっとしつこくなっちゃうのでこのくらいにしておきましょう。これで一旦硬化します。はい、では先ほどのラインが硬化しました。次に使うのがこちらですね。ここはそのクロムペンのシルバー、こちらを使っていきます。はい、ペンタイプのミラーパウダーなのでとても使い勝手がいいです。これを先ほど引いたこのアクセサリーボンドのラインですね、ここにのせていきます。ノンワイプタイプなのでミラーパウダーも本当にしっかりとくっついてくれます。クロムペンをしっかりとこすりつけてきれいにミラーパウダーをつけてください。少しはみ出た部分に関してはこういったスポンジパフとかを使って余分なミラーパウダーを取ってください。
ラインの上のミラーもしっかり密着しますし、はみ出たところは綺麗に取れますので、こういったものを使ってあげると有効的です。はい、こんな感じでメタリックの細いラインが入りました。超メタリックになってないですか？はい、銀の糸みたいになってますよね。なかなかライナーとかだとこういったまっすぐの細い線を引くのには緊張してね、引けない方も多いかと思います。私もそうです。なのでね、このやり方やってみると楽しいかもしれないです。では最後はトップコートで仕上げていきます。はい、で最後はこちらですね、ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルで仕上げていきます。ミラーパウダーが取れちゃったりするのが心配であれば、一度、クリアジェル、アートクリアなどで一度ワンコートしてあげた方が安心かもしれないですね。今日はこのままトップジェルで仕上げていきます。はい、では硬化していきます。はい、出来上がりです。ツヤツヤの仕上がりになりました。今回はアクセサリーボンドの方にブラックをミックスしたものでラインを引いたバージョンになります。ちょっと比較画像、比較画像というか比較のねチップをちょっと見ていただきます。こちらがアクセサリーボンドにブラックをミックスしたラインで引いたデザインになります。でこちらがブラックをミックスしないアクセサリーボンドオンリーで描いたラインになります。ブラックが混ざってない方のシルバーのラインの方が少し明るくて軽い感じがわかるかなと思うんですけども、ブラックを混ぜた方がよりメタリック感が出るので、この辺はお好みで使い分けてください。はい、私は個人的にこの黒を混ぜた方が好きなんですけども、アクセサリーボンドオンリーでも全然綺麗に入りますので、ぜひねお持ちの方は試してみてください。ホイールの色を変えてあげたりだとか、マットな仕上がりでも可愛いので、ぜひねいろいろやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。アートディレクター、テクニカルアドバイザーの野原美希でした。ありがとうございました。